こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本好き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はさきさんとみねさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあちょっとお二人について自己紹介をお願いします。はい、さきと申します。本業は IT 企業で働いているんですけれども、個人で社交ダンスのドレス屋さんとインテリアアドバイザーをやっています。海外のインテリアがすごく好きなので、それを日本のお家で作るにはどうしたらいいかっていう情報発信をやっています。よろしくお願いします。夫の峰です。僕はただの IT 系の会社員で特に面白いことはしていないんですけれども、妻と一緒に仲良く暮らしております。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでじゃあ今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りはどういった間取りになるんですかね。数字上は2LDK ですかね、なんですけれども、すごい広いワンルームとベッドルームみたいな雰囲気で、室内窓で仕切っているので、かなりこう不思議な間取りかなとは思うんですけど、そんな部屋になってます。平米数はだいたいどれぐらいのご自宅なんですか。75平米でしたっけね。です。というわけで、ちょっと冒頭にもあったみたいにちょっと海外っぽいというか、色味の使い方だったり、それこそお仕事のね多分スペースもあると思うので、そのあたりのお話詳しくお尋ねできればなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初はリビングから紹介をしていただきたいなと思います。こちらのリビングはだいたい何畳ぐらいのスペースになるんでしょうか。この区切られているところで15畳ぐらいですかね。でキッチンが別であるので、ダイニング、リビング、作業場で15畳ぐらいの大きさです。そうですね。ワンルームというか基本的には全部つながっているような感じなんですかね。そうですね。というわけでまず最初にこちらのご自宅がリノベーションっていうところで、ちょっとこだわったポイントからちょっとお尋ねしていきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか。はい、まずこの物件を見つけた時にすごくこの東側の眺望がすごくいいんですけれども、かなり抜けてて、なので、この抜けをすごい生かしたいなという気持ちがあって、で最初ここに壁があって、部屋があったんですけど、この壁を取っ払ってもう全部抜ける感じにしてしまおうと思って、それが、最初の印象としてあったので、この室内窓作って全部こう開放感のある感じっていうのを、意識して作ったのが一つこだわりです。ということでじゃあちょっとここからは細かいスペースの話聞いていこうかなと思うんですけど、まず最初にじゃあちょっとこちらの方に移動をしていただいて、こっち側が、作業スペースということで、ここは、峰さんとさきさんお二人のお仕事のスペースって感じなんですかね。そうですね、この部分はほぼ私が使っていて、別で峰のワークスペースもあるので、ここはほぼ私が作業するために使っている感じです。ということで、じゃあちょっと反対側にまずはなるんですけど、こちらの、緑のライブラリースペースって言ったらいいんですかね。これはもうリノベーションの際に取り付けたって感じなんですかね。そうですね、まずピアノを実家から持ってきておきたいというのがあって、ただ壁の前にピアノだけこうポンと置いてあるとちょっとスペースが無駄になってしまってもったいないかなと思って、で海外の事例とかを見てたらこういう棚で覆われてるようなものを見つけたので、そういうのいいなと思って、リノベの会社に作ってもらった感じです。ちなみにここに本は、たくさんいろいろありますが、この辺は、どういった本読まれていることが多いですか。そうですね、この棚が、インテリア関連とか、建築とか、私が好きなものが入っていて、でここは、夫の趣味の、アートの本とか、そういったものがあります。でこっち側はちょっと私の服作りの教科書とか、ファッション関係の、本とか、そんなのも入っていて、で一番左は漫画とか人文系の本とか、そんな感じになっています。
というわけで、さきさんのなんかお気に入りの本だったりとか、ちょっと思い出に残ってるものとか、なんかそういったものがあればちょっと紹介していただきたいんですが、何かありますか？はい、まず最初に宣伝のようで申し訳ないんですけど2022年の8月にインテリアの本を出しまして、海外みたいにセンスのある部屋の作り方というタイトルで、海外みたいに物がいろいろあるけどまとまってておしゃれみたいな部屋をどうやって作ればいいかっていうような内容の本を出させていただきまして、これはすごいおすすめですじゃあこれを読めばさきさんのような海外のようなお部屋が作れるっていうことで大丈夫ですか？ぜひ作っていただければと思います。気になる方ぜひチェックしてみてください。あとはこの椅子の本、これ多分有名な本だなと思うんですけど、1000のデザイナーズチェアが紹介されているという本で、初めてインテリア興味持った時に、よく分かんなかったんですけど、まずは名作と言われているものを知るのがいいかなと思って、読んできた本です。ありがとうございます。あとはピアノのスペース。ピアノはいつ頃から弾かれてるんですか？10歳ぐらいから習ってたのは大学生ぐらいまで習っていて、で今もたまに弾きます。このピアノの上はまたいろんなこうジャンルの雑貨というかものがありますが、この辺はなんかどういったところのアイテムが多いというか、なんかありますか？そうですね、結構海外のものとかも多いかなと思うんですけど、この一番右に置いてあるこのポットみたいなのが、これモロッコに旅行に行った時に買ってきたもので、モロッコってリヤドっていうすごいカラフルな可愛い宿が有名なんですけど、それを見に行った時に、旅行して買ってきたお土産になってます。であとは、このパンテラは結構有名なデザイナーズの電気なんですけど、こうやって持ち運びもできるし充電でつくっていうライトで、形がこう丸っこくて可愛いのに気に入って使ってます。あとは置いてるこの絵とかはちょっと仮で置いていて、本当はちゃんとしたアートとか買いたいんですけど、とりあえず何かこうグラフィックが欲しいなと思って、インターネットでアートのデータを買えるサイトがあるので、そこで買って印刷して自分で入れて置いたりとかしています。でも本当はちゃんとアート買いたいですね。わかりました。あとは、ピアノのお隣、こちらにはこれはドレスですか？そうです、これは自分で作ってるドレスで、社交ダンスの衣装なんですけれども、大学生の時に社交ダンスをやっていて競技会に出てたんですけど、自分で踊ってる時に気に入った衣装がないっていう問題があって、でその当時ちょっとこれ結構買うと高いのであんまお金もなかったし、どうにか可愛いドレスを安く着れないかということで自分で研究して作り始めて、で、それでなんとなくこう作れるようになって、いつの間にかドレス屋さんをやり始めたみたいなのが最初のキャリアだったんですけど、その仕事を今もちょっとだけやっていて、その衣装になります。じゃあもうこれはさきさんご自身が着用される？そうですね、今はでもほとんど踊ってないので着ないんですけど、お客さんに作って、着てもらうっていう感じですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあまたちょっとそのお隣の方に移動をしていただきたいんですけど、こちらのスペースが、いわゆるそのお二人のお仕事のスペースということで、ここはなんかどういった感じでこう分かれてるとかなんかあるんですか？ほぼ私が使ってるんですけど、でこの部分は、会社の仕事するときはちょっとこの辺はどかして仕事してまして、私がここで、パソコン仕事するっていうもので、この辺りのこの作業台とかミシンとか、この辺は私がドレスの仕事するときに使うっていう形になってます。じゃあこの辺のちょっと家具のお話もいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、まずこちらのデスク、これはリノベーションの際に作られたデスクですかね？そうですね、はい、会社さんに作ってもらったやつですね、リノベの。これはそれこそ足がなかったりとかすると思うんですけど、そのあたりのなんかこだわりとかはありますか？壁にくっついてるのと結構長いので、この横長なことが
大事というか、ミシンって結構こうなんですかね、並んでこっちとこっちを行ったり来たりしながら作ったりとかするので、こうやって並べておけるっていうのがまず大事で作っていて、で、壁にくっついているので、スペースもある程度効率的に使えるし、こっちの作業場とも行き来しやすいしということで、すごく作業しやすい形になっていると思ってます。はい、それこそこちらのミシンのスペースとかはこの有効ボードを使って糸とかも使いやすくすごいされてるのかなと思うんですけど、そのあたりの工夫とかは何かありますか？はい、そうですね。前の賃貸で住んでた時に糸をしまっておく場所が結構大変だったのと、しまい込んじゃうとこう結構入れ替えて使うので、出すの面倒くさいしっていうのがあって、ちょうどここにいい感じの壁があったので、ここにかけたら便利じゃんと思って自分で作りました。ご自身でこれは作られたんですね。これは自分でつけました。大体どれぐらいのご予算で作れるんですか？でも全然安いですよ。多分1000円とか2000円とかそんなもんだと思います。板とこの棒は刺さってるだけなので、そんなにコストはかからない。してきちゃった。いや、すごいコストパフォーマンスも素晴らしいアイテムですね。便利ですね。はい。あとはこのミシン台のところにはこの小さな棚というかね、そう、これすごい気に入ってるんですけど、これは下北沢の東京レトロっていうお店で見つけて買ったもので、多分3000円ぐらいで買って、そんなに高いものでもないんですけど、ここに裁縫のいろいろな道具とかを入れていて、ちょっと形もちょっとレトロで可愛くて気に入ってます。ちょっと昭和家具っぽい感じの雰囲気ありますね。そしたらあとは、この辺りは椅子が、2脚かあると思うので、じゃあちょっとそちらの手前の椅子からちょっとお話聞いてもよろしいですか？はい、これはイームズの椅子なんですけど、イームズの椅子をなんか日本で作ってた時期があるらしくて、その時の椅子らしいというのを何かで見て、でも買ったのはフリマサイトで買ったので、ちょっと詳細わからないんですけど、色とこのちょっとクッション性のあるの気に入ってて使ってますね。もうこれ10年ぐらい使ってるかな。結構なんか座れば座るほど馴染んでくるというか、あれです。レザー？そうですね。ナウガレザーっていうレザーですね。あとはこちらの椅子。これは引っ越してきた時に探して買ったんですけど、これもフリマで買ったと思うんですけど、仮木のオールド仮木ってすごい古い仮木の椅子で、コロニアルチェアっていう、昔のデスクチェアっていうんですかね。でちょっとこうクッション性もしっかりしているし、リクライニングちょっとだけするしっていうので、キャスターもついてて動かせるしっていうのが結構便利でいいなと思って買いました。わかりました。ありがとうございます。あとは、こちらの反対側か、これはキャスター付きの作業デスクみたいな。そうですね。これもともとはキャスターついてなかったんですけど、これもすごい10年ぐらい前に探して中古で買って、なんかもともとこのテーブルを買ったんですけど、でキャスターもついてない茶色い普通のなんか図工室のテーブルみたいな感じのテーブルを買って、でしばらく使っていて、ちょっとボロい感じになってたので、自分で黒く塗って、でキャスターつけて高さ調整して、で上に板を買ってそれを乗せてるっていう。今乗せてるだけなんですね。そうなんですよ。どういうことなんだ。手作り感あふれる感じです。ちなみにここのデスクとさっきの反対側のデスクのなんか使い分けというか、なんかやっぱどういった感じで使い分けてらっしゃるんですか？そうですね。やっぱり布を扱う時って結構スペースがいるので、ここにこうバーッと布を引いて、型紙とか使って写したりとかっていうのをやるので、この上でそういう布を取り回す作業をしていて、縫う時はこっちに振り返って縫うみたいな感じになってます。わかりました。ありがとうございます。あとはこちらのメインの照明、こちらについてもお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたアイテムですか？これはもう IKEA の照明で、結構有名というかいろんな人が使っているもので、海外のインテリアとかの写真見てもかなりの頻度で出てくるんですけどちょっと安いし、なんか存在感も程よくあって、でなんか素材もちょっとナチュラルでいいので、これは好きだなと思って買いました。ありがとうございます。でこちらが、ソファースペースということで、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。でまずはこちらのソファーですね。
こちらからちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入されたアイテムでしょうか？はい、これはリセノというブランドの日本のブランドのソファーになっています。もともとはリネンのベージュのソファーカバーの、商品だったんですけれども、色がちょっとうちとはベージュだとちょっと違うなっていうのもあって、自分でソファー用の生地を買ってきて、自分でピンクに作り変え買ってます。でもともとピンクじゃなかったんですね。そうなんです。ここも結構、クッションもすごいたくさん、この辺りもご自身でいろいろ作られた。そうですね。この柄のクッションは全部自分で布買ってきて、自分で作ったものになってます。でこういうなんかちょっと民族柄っぽい感じの、布がなかなかクッションカバーで売ってないので、自分で作ったら思い通りになるなと思ってやりました。このソファーの座り心地とかっていうのはいかがですか？これめちゃくちゃ座り心地良くて、それが気に入って買ったんですけど、あぐらっていう名前のソファーのだけあって、こうやって座面が広いので足上げて座ったりとか、すごいクッションももともとたくさんついてるソファーなので、すごく沈み込むような感じの座り心地で、これが気に入ってわざわざクッションカバーを自分で作ってまでこれを使ってます。はいはいはい。こちらにはね、そしてあとはサイドテーブルもありますが、これはどちらのアイテムですか？これはアメリカのウエストエルムっていうサイトで買ったメーカーで買ったもので、結構デザインが海外の洗練された雰囲気みたいなのがあって、値段もそんなに高くなく、安くはないですけど高くなく買えるのでいいなと思って結構愛用してます。それこそこちらのフロアライトも質感は似てます。そうですね、このフロアライトとか、あとはワークスペースにあるデスクの上のテーブルランプとかもそこでまとめて買いました。あとはこの辺だと植物もたくさんありますが、この辺は結構たくさん昔から集めてらっしゃる。そうですね、6年ぐらい前ですかね。なんか植物は結構世話大変だからなかなか手を出せずにいたんですけど、その時に買って最初に買ったのがこれで、もともと3分の1ぐらいだったのがこんなに育ったんですけどで、植物1個置くとなんか増殖するじゃないですか。ですね。で、どんどん増えて今みたいな感じです。じゃあここの辺はね、ちょっと今回はちょっと割愛にはなるんですがまた気になる方はね、ちょっとインスタなりツイッターとかそういったところでぜひチェックしてみてください。じゃあ向かい側、こちらがラウンジチェアって言ったらいいんですかね。こちらはどちらのブランドのアイテムでしょうか？これが、メキシコのアウトドアチェア、外で使うような椅子なんですけど、アウトドアチェアなので結構頑丈で外でも使えるし、ちょっと隙間のあるデザインがあんまり大きくても圧迫感なく置けて、座り心地もすごくいいので気に入って使っています。あとはこの辺りだとそれこそお子様のおもちゃとかもこの辺りはありますけど、結構お部屋の空間にもその違和感なく調和してるというか、インテリアとかこだわりにくいとかってよく言われたりもされますが、その辺りなんかいかがですか？そうですね、なんかあんまり気にしてないんですけど、もともと家中カラフルというのもあって、子どものものがいろんな色でもそんなに目立たず馴染んでいるなというのが思っています。ただこの木の感じとかその素材の天然の素材みたいなのはやっぱ大事かなと思うので、なるべくそういうのがあるといいかなとは思って選んでます。あとは何といってもこの大きなラグが印象的ですが、こちらはどこで購入されたアイテムでしょうか？はい、これはもう最近買ったもので、カーペットビスタっていうスイスのサイトだったかなと思うんですけど、そこで、インターネットで買いました。で結構この柄が特徴的で色もすごい使われててっていうのが、なかなか見ない感じで気に入ったので、これにしています。あとは上に照明、こちらももちろんちょっとデザインですね。これは目黒通りのソネチカっていう家具屋さんで見つけて買ったもので、このいっぱい電球がついてるデザインがいいなと思って探していて見つけたものになります。電球の数もあるとお部屋もかなり明るくなるんじゃないですか？そうですね、ちょっと明るすぎるぐらいであんまり明るい電球つけると眩しいので、頑張って暗い電球を探してつけたりしてます。わかりました。ありがとうございます。
続いて峰さんの、こちらは仕事スペースって言ったらいいですかね。そうですね。はい。はい、じゃあちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、失礼します。こちらです。よいしょ。こちらもすごい自然光が入るすごい明るいお部屋ですね。そうですね。南と西なので、すごく明るくて開放的ですごく気に入っています。はい。じゃあまずこの部屋の、ちょっとこだわったポイントとかそういったところがあればお尋ねしたいんですが、何かありますか？他の部屋同様、いわゆる家具とかは妻の、プロデュースなんですけど、ここが主に仕事をする時のデスクで、妻が天板とこの下の足を買ってきて DIY で作ってくれました。はい、多分下は IKEA で、これ妻が塗ってるんだと思うんですけど、なんかある日作り出してくれて、これで日々仕事ができているのでありがたいなと思っています。あとは椅子はですね、家で仕事するってなった時に、いわゆるそのアロンチェアとかも考えたんですけど、やっぱりあまりにも家でそういうものを置くのはテイストも合わないということでただダイニングチェアとかでやるわけにもなと思って、2人で探して、これ糸置きのバーテブラなんですけど、これがそのデザイン的にも、作業の時のその体の負荷的にもちょうど良かったので気に入っています。色も可愛くて気に入ってます。いろんな色があるんですけど、やっぱり長時間座るってなると糸置きの椅子は結構いいです。そうですね。やっぱり糸置さんさすがだなっていう感じがあってはい思いますね。あとはこちらはデスクライトか。こちらもすごい変わった形の。はい。それは何でしたっけ？ウエストエルム。だそうです。ウエストエルム。僕は分かっていないっていう。基本はね、さきさんがこうで、さきさんが買って、僕はかっこいいなと思ってそれを眺めてるっていう担当なので。夜とかそれこそ作業される時とか間接照明として使われたりとかって感じなんですか？そうですね。普段仕事は日中やるんで普通に部屋の電気やるんですけど、夜とか雰囲気出す時はこれを使うことが多いですね。はい。あとはこちらにはだいぶお部屋の象徴になっているようなアートがありますか？これも妻が買ったものなんですけど、ジャクソン・ポロックというアメリカのアーティストの絵で、僕もジャクソン・ポロックすごく好きで、妻もそれを知っていたのでこの大きいのがあるので、これは僕の仕事部屋に置くといいんじゃないかっていうことで置いてくれたんですよね。すごく好きなアーティストの絵なので気に入っています。あと大きいのがいいですね確かに大きいとなかなかね、お部屋の雰囲気も決めてくれるようなねアイテムですよね。そしたらじゃあ今度はこっち側のちょっとスペースに移動をしていただこうかなと思うんですけど、こっち側はいわゆるライブラリースペースというかそういった場所なんですかね？そうですね。リビングというか向こうの部屋の本棚は割といわゆる文字の本とかアートの本が多いんですけど、ここは割と僕がもともと持っていた漫画と、あと一部下は妻の本とか、最近は子供のための絵本も増えてきたんですけど、基本的に僕の漫画が多いですね。あとはこの辺り結構趣味のスペースみたいなそうですね。感じなのかなっていう気も。僕の仕事スペースにほぼなったので、結果的に僕の趣味のものとかもだいたいここに置かれるようになっています。それこそちょっと趣味っていうところでいうと、ここの VR セットですか？これは。そうですね。これ VR のヘッドセットでVR 趣味でよくやってるんですけど、特に最近は VR 上でDJ がクラブでパーティーをするっていうのがすごく多くてですね、よく遊びに行くんですけど、これをかぶってすごい本当のクラブみたいにのところに遊びに行ったりしています。この間ちょっと僕自身も一回 DJ をさせていただいたんですけど、すごく VR のクラブシーンはすごくここ数年ものすごく盛り上がっているので、もともと現実のクラブも僕は遊びによく行ってたんですけど、すごく VR のクラブクオリティが高くて、皆さんすごい DJ いっぱいいるのですごく楽しいですね。なのでこんなに妻がいいインテリアを作ってるんですけど、夜は僕は VR の方に行ってることもあります。ちょっと今 DJ のお話が出たと思うんですけど、それこそ音楽とかお好きということで、下にはレコードもねちょっとたくさんあると思うんですけど、この辺りちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、音楽はジャンル
でいうとどういった音楽を聴かれることが多いですか？そうですね、まあ、いわゆるクラブミュージック、テクノとかハウス、あとはまあジャズとか R&B、ヒップホップも聴くんですけど、レコードはテクノとかハウスのレコードが比較的多いかなと思います。まあ、この辺のちょっとお気に入りのレコードだったり最近買ったものとか、なんかちょっとそういったところで何か 2,3 曲ちょっとピックアップしていただけたらなと思うんですけど、何かありますか？そうですね、やっぱり一番好きなアーティストが電気グルーヴっていうバンドなんですけど、これエースっていう多分一番売れた、一番一般的には有名なアルバムで、中学生ぐらいの時に聴いて、それ以来もうずっと好きで、当時は本当に CD で買ってたんですけど、大人になってから中古のすごく状態のいいものをアナログで見つけたので買ったっていうものですね。アートワークもすごく綺麗だし、これはレコード版自体もいわゆる黒いやつではなくてちゃんと赤いレコード版なのですごくかっこよくて気に入っています。確かにこの版もかっこいいですね。そうなんです、あとは YMO ですね。最近高橋幸宏さんと坂本龍一さん相次いで亡くなられてしまったんですけど、と、細野晴臣さんの3人のバンドで、これは YMO の BGM って一番好きなアルバムで、もう本当に昔の音楽なわけですけど、今聴いてもすごいかっこいいというか、新しいというか、全く古びないので本当にすごいアーティストさんだなと思って、これもジャケットもすごい好きで、アナログレコードでも買っておこうと思って、買いました。そんなところですかね、レコードは。そしたらじゃあその反対側、こちらはそれこそレコードプレイヤーとかもこちらはありますが。そうですね。これはテクニクスのSL1200 っていうレコードプレイヤーで、いわゆるその DJ がアナログレコードで DJ プレイをする時のデファクトスタンダードのような機材で、僕も、高校生の時だからもう20年以上前に買って、今1台しかないんですけど、実家にはもう1台ちゃんとあって、趣味で DJ の真似事のようなことをしてたんですけど、20年経っても普通に使えてるので、やっぱりすごいなと思います。ちょっとミキサーのこのフェーダーが一部取れちゃったりしてるんですけど、普通にちゃんと使えるので、テクニクスはやっぱりすごいなと思います。すごいやっぱり一番好きな、楽器ですね。あとはこちらのね、テクニクスを置いてるこのシェルフ、こちらについてもちょっとお尋ねしたいんですが、これは何でしたっけ？このシェルフについてこれはソネチカで買った目黒通りのソネチカで買ったシェルフだそうです。僕のものが置いてあったり、僕のものが入れてあったりするんですけど、もの自体は妻が買ったものです。こういう感じで僕の今までの趣味とかが妻のインテリアの中で置かれるのはなんか不思議な気分なんですけど、面白いし嬉しいなと思っています。わかりました。ありがとうございます。続いてじゃあダイニングスペース紹介をしていただきたいなと思います。まずこのダイニングのスペースのこの向かい側にあるこのディスプレイって言ったらいいんですかね。ここもまたちょっとサークルっぽい形で塗装されてますが、ここはどんなイメージでやられたとか何かありますか？まずこの壁は全部ペイントで仕上げてもらっていて、白く塗ってもらってたんですけど、ちょっと海外の写真とか見てて、サイドボードの後ろにアーチの模様があるのがすごい可愛いなと思ったので、自分でこう線描いてペンキで塗りました。で、そちらのところに下にねシェルフがあると思うんですけど、ちょっとこちらのシェルフはどちらで購入された？これは、中目黒に昔あって、今もう移転してなくなっちゃってるんですけど、リサイクルショップサイっていうお店があって、そこで見つけて買ったものになります。これ薄さとかがちょうどよくて使いやすいので気に入ってます。でこのね棚の上に雑貨だったりそういったものがちょっと置いてあると思うんですけど、まず一番上の、この辺はベースとかキャンドルホルダーって言ったらいいですかね、あると思うので、ちょっとこの辺りのアイテム聞いてもよろしいですか？まずこの花瓶は、照明とかを買ったアメリカのウエストエルムで合わせて一緒に買ったものになります。でその横の、オブジェとかキャンドルホルダーとか、この辺りですね。この辺もアメリカのサイトで買っていて、アンソロポロジーというサイトと、
アーバンアウトフィッターズっていう同じ会社がやってるサイトなんですけど、日本からも買えるアメリカのインテリアショップですごい好きなところなので、よく買い物してます。でその下がまたこの辺もグラフィカルな、そうですね、アイテムが。はい、これは柄とか色とかがすごく気に入って買ったんですけど、これは祖師ヶ谷にある、東京リサイクルインプションというリサイクル家具のお店に行った時にすごく気に入ったので買ってここに飾りました。そのシェルフのお隣か、ここにはこのサーキュレーターですかね、これは。はい、そうサーキュレーターが欲しいなと思って探してたんですけど、日本のデザインだとやっぱちょっとプラスチックとかであんまりおしゃれなものってないなと思っていろいろ見てたら見つけたもので、ボルネードというサーキュレーターで、なんかすごく形としては古いというかサーキュレーターを作ったのがこの会社らしいんですけど、すごくクラシックな雰囲気があって素敵だなと思って選んだものになります。わかりました。そしたらじゃあ今度はこちらのメインスペースというか、ダイニングスペースちょっと聞いていきたいんですが、まずじゃあダイニングテーブルからお尋ねしてもよろしいですか。これはGプランのヴィンテージのテーブルで、吉祥寺にトランジスタっていう家具のお店があるんですけれども、そこで見つけて一目惚れして買ってきたものになります。なかなか G プランの今家具は買うの難しいですね。そうですよね。なかなか入荷してこないので、そのトランジスタには結構いろいろな G プランのテーブルが売っていて、その中でもこのバタフライテーブルという天板が折りたためるタイプのものが気に入ったので買ってきました。ここを囲うように今ダイニングチェアもねあると思うので、ちょっとこちらも順番に紹介していただいてもよろしいですか。まずこの全部ダイニングチェアとして買ったものじゃないんですけどまず1個目のこれが富ヶ谷にあるクスクスファニチャーというオランダ家具のお店で買ったもので、オランダの家具ってちょっとフォルムとか色使いとかが独特というか、なんかいいポップさがあって私は好きなんですけど、そこで見つけたこの特徴的なコンパスレッグっていうんですけど V 字型の足の椅子が、気に入ったので買ってきたもので、どこに置くかとか全く考えずに、衝動的に買ってきてとりあえずじゃあダイニングにっていう感じで今置いてます。であとはこの2つ置いてある赤い椅子が、サーリネンのアームチェアなんですけど、今も多分ノルとかで扱ってるやつのすごい古いリサイクルショップで見つけたヴィンテージみたいなもので、これも照明と同じでソネチカに売ってたものですかね。で、これもラウンジチェアなので全然ダイニングチェアじゃないんですけど、置くとこ決めずに衝動的に買ってとりあえずここに置いて、馴染んでしまったというものです。座り心地とかはいかがですか。すごく良くて、ラウンジチェアなのでやっぱアームもあるしちょっとクッション性もあって包まれてる感じがあるので、すごい座りやすくて、ダイニングチェアって結構なんか硬いものとかも多いかもしれないんですけど、これぐらいしっかりしてると長くいても疲れないので、結果的にすごくいいかなと思って今は使ってます。わかりました。あとはこちらの上にはペンダントライトがありますが、これはどちらのブランドでしょうか。これはレクリントの 172B っていう種類のもので結構有名な照明だと思うんですけど、これはフィンユー展ってこの間やってたと思うんですけど、それを見に行った時に北欧の照明も一緒にたくさん展示されていて、でその中でレクリントの照明もあって、見てたらすごい欲しくなってしまって、これを中古でその後買ったっていう流れでした。あとはこの壁一面にアートポスターたくさんここもありますが、この辺りは何かこだわってセレクトはしてらっしゃるんですか。そうですね、選び方は結構その時のノリというかインターネットで見て気に入ったものを買ったっていう形なんですけど、プリントでデータで売ってるものを買ってプリントしたものもあれば、上の木のフレームのものとかはアメリカのソサエティ6っていうサイトがあって、そちらでアーティストがグラフィックを出品してて、それをアートポスターとかファブリックとかに加工して売ってるっていうサイトがあるんですけど、そこで見つけていいなと思ったものを買ったりとかっていう形で、あんまり考えずにたくさん集めてたら集まっちゃったからじゃあギャラリーウォールにしようかみたいな感じで埋め尽くして飾ってみたみたいな。あんまり計画性なく思わず買っちゃう感じなんですね。
はいはいはい、わかりました。はい、そしたら、今度後ろ側にあるちょっとこちらはキッチンですかね。そうですね。はい、はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思うので、ちょっと中に失礼します。はい、こちらもまた標準のキッチンよりもかなり広いスペースになりますね。そうですね。個室みたいな半個室みたいなキッチンの方が最近多いオープンキッチンより好きだなと思って作ったので、あんまり狭いと個室だとちょっと窮屈かなというのもあって、結構ゆったりとスペースは使っています。この辺のこのキッチンとかは、何かこだわって選定してらっしゃるとかしますか？はい、この辺は全部 IKEA のキャビネットとキッチンのなんですけれども、この辺は海外っぽい雰囲気があるなっていうのも、海外のものだから当然なんですけど、っていうのもあるし、あと先々ちょっとここペイントしたいなとか思っていて、色塗ったりしたいなとか、そういうのもあって IKEA のキッチンを選んでます。わかりました。ありがとうございます。はい、ということでさきさんとみねさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお家のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなお家ですかみたいなところをちょっと聞ければなと。まず一つは開放感で、もう一つはカラフル&モダンポップですね。はい、確かにそう。こんなにこう物のアイテムの数、いろんなジャンルのものあるけど、やめられないで。すごいミックスされたカラフルなお家ということで、結構このね家具もいろんなところで購入されてると思うんですけど、なんかよくチェックするブランドとか EC サイトとか、なんかそういうところとかなんかあったりしますか？そうですね、もういろんなところ巡回してるんですけど、やっぱアメリカとかの海外のサイトがすごく好きなので、そこのアンソロポロジーだとかウエストエルムだとか、そういう日本だと手に入らないような家具っていうのをよく見てるかなと思います。ありがとうございます。そしたら最後にじゃあお二人から何かお知らせだったり告知があればちょっとしていただければなと思います。はい。もうちょっと喋っていい？まず、2022年の8月に、著書を出させていただきまして、カラフル&モダンポップ、海外みたいにセンスのある部屋の作り方という、本を発売しています。で、こんな感じに物がいろいろあったり、色がたくさん使われてたりしても、ちゃんとまとまるにはどうしたらいいのかなっていうことを考えて、そのノウハウを、頑張って書いた本になりますので、よければ参考にしてみてください。はい、はい、あとこの内容をさらにブラッシュアップして、毎週土曜日にニュースレターを配信しておりまして、海外みたいな部屋を作るノウハウのポイントを毎週1記事、お送りしていますので、そちらもぜひ、チェックしてみてください。はい、というわけで、じゃあニュースレターと本、ぜひお部屋作りの参考になると思うので、気になる方はチェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはさきさんとみねさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。